1951年、1台の日本車が、自分の力だけで富士山の6合目まで登った。富士山を、車で。そしてその子孫は今、世界170の国と地域で走り続けている。170カ国、ほぼ地球丸ごとじゃん。その車の名は、トヨタランドクルーザー、今日から新シリーズ、4駆3部作の始まりだぜ。出た、前回予告してた、砂漠の4駆たちだね。そうだ、ランエボ、インプ、セリカは、速さで世界一になった日本車だった。WRC3 部作、どれも熱かったな。今回からは強さだ、レースで勝つより前に、壊れないことで世界一になった車を語るぜ。速さの次は、強さ、面白くなりそう。今日の結論を先に言うぜ、ランクルこそ、世界で一番信頼されている日本車なんだ。GTR でも、スープラでもなく。そうだ、その理由は3つある。3つ、気になる。1つ目が壊れない伝説の誕生。2つ目が世界170カ国の制覇。3つ目が70年経っても終わらない現役神話だ。70年、うちのおばあちゃんより先輩かも。この3部作は、ランクル、パジェロ、ジムニーの順でお届けするぜ。3台とも、世界中で愛されてる4駆だね。キムタク主演のドラマグッドラックに、ホロ付きの渋いランクル40が出てたの、覚えてるか？ああ、あの四角くてレトロなやつ。あの見た目で今、世界中で値段が爆上がりしてる。その話も後でたっぷりだ。気になる。それじゃあ、ゆっくりしていってね。そもそもランクルって、いつ生まれたの？始まりは1951年、当時の警察予備隊、今の自衛隊が使う車を募集したんだ。警察予備隊って、警察の補欠ってこと？バカチンが、戦後にできた、自衛隊の前身だよ。そこにトヨタが出したのがトヨタジープ DJ 型だ。ジープって名前だったんだ。当時は朝鮮戦争の時代でな、頑丈な4駆が、山ほど必要とされてたんだ。時代の注文で生まれた車なんだね。当時のトヨタは経営がどん底の時代でな、この4駆は、会社の不沈をかけた勝負でもあった。負けられない戦いだったんだ。BJ 型のエンジンは、なんと4トントラック用、3400cc で85馬力、トルクは分厚い 22.0 キロだ。トラックの心臓を積んだの、そりゃ頑丈だ。そう、速さよりも、どんな悪路でも止まらない力を選んだわけだ。生まれた時から壊れない狙いなんだね。ところが肝心の入札で、トヨタは負けた。勝ったのは三菱のジープだった。いきなり負けたの？そう、ランクルの歴史は黒星から始まった。この三菱に負けたって事実、覚えておいてくれ。何かありそうだね、覚えておく。負けたトヨタは引き下がらなかった。1951年7月、伝説のテストをやってのける。それが冒頭の、富士山。そうだ、テストドライバーの平一郎が、BJ 型で富士山の6合目まで登り切った。車で登ったのは史上初だ。道なんてないのに、すごすぎる。砂利と岩だらけの斜面を、エンジンの力だけでじりじり登っていく、日本の車の歴史に残る大挑戦だった。入札で負けた悔しさを、実力で見返したんだ。この走りに警察が惚れ込んで、パトカーとして289台も注文したんだ。負けても実力で生き残ったんだね。ただジープは本家ウィリス社の商標でな、1954年に名前を変えることになった。それが、ランドクルーザー。そういうことだ、名前の由来は豆知識コーナーで語るから、お楽しみにな。はい、じらすねー。翌1955年には2代目の20系が出て、いよいよ海外への輸出が本格化する。世界デビューだ。北米でも評判は上々、世界制覇への第一歩を踏み出したんだ。さて次は、ランクルのごつさを数字で見ていくぜ。それでは代表として、24年作られ続けた40系のスペックを紹介しよう。お願いします。エンジンは 2F 型、直列6気筒の 4230cc、最高出力は140馬力だ。2F 型って、マンションの2階のこと。バカチンが、トヨタの誇る大排気量エンジンだよ。馬力より壊れない力強さに全振りした設計だ。速さじゃなくて、タフさのエンジンなんだ。回転を上げなくても、低い回転からぐいぐい引っ張る、坂も荷物も余裕なんだ。力持ちは静かに強いってことだね。ミッションは4速マニュアル、ホイールベースはショート、ミドル、ロングの3種類だ。体のサイズまで選べるんだね。
ホロのトラック型から箱型のワゴンまで、ボディの種類も豊富だった。働く現場に合わせて選び放題なんだ。仕事も遊びも軍用もこなす、まさに何でも屋の体格なんだぜ。ふむふむ、なるほどね。さて、ここからが本番だ。一つ目の理由、壊れない伝説がどう生まれたかを語るぜ。壊れない伝説って、どこで生まれたの？オーストラリアの奥地だ。1950年代、スノーイーマウンテンズって山岳地帯で、国を挙げた巨大な水力発電工事があってな。へえ、そんなところに日本車が。1957年、現地の建設会社の社長が、工事現場で1台のランクルを見かけたんだ。運命の出会いってやつだ。乗ってみたら惚れ込んじまってな、その場で13台のランクルを買うと決めた。即決で13台、よっぽど気に入ったんだね。だが現場は岩だらけの山奥、どんな車でも故障が続出する地獄の環境だった。ランクルは大丈夫だったの？もちろん壊れることはあった。だがトヨタは日本から技術者を送り込んで、泊まり込みで直し続けたんだ。売って終わりじゃなかったんだ。部品は空輸、壊れた部品は日本へ送って原因究明、直して、鍛えて、また直す、この本気が壊れないを本物にしていった。うわ、それはすごいね。1950年代の終わりには、ランクルは壊れないって評判が世界中に広まっていたんだ。職人魂が、そのまま信頼になったんだね。以来オーストラリアはランクル王国だ。内陸の農場や鉱山では今も定番中の定番、キャンピングカーのベースとしても大人気だ。出会いから70年来のお得意様なんだね。考えてみてくれ、奥地で車が壊れたら、助けは来ない、命に関わるんだ。だから壊れないが一番偉いんだ。その通り、速さでも豪華さでもなく、絶対に止まらないこと、それがランクルの正義だ。なんか、職人さんみたいでかっこいい。その看板を背負ったのが1960年生まれの40系、通称40、なんと24年も作られた。40って、常連のおじさんみたいな呼び名だね。実際、世界中の常連だぜ。農場でも砂漠でも戦地でも、四角い顔の40が走り回ってた。どこの国の写真にも写ってそう。アフリカの草原、中東の砂漠、南米の山道、道がない場所の足といえば40だった。世界中の暮らしを支えてたんだね。ハリウッド俳優のトム・ハンクスも40に惚れ込んだ一人でな。あの大スターが。自分の FJ40 を愛情たっぷりにレストアして、エンジンの世界までやった本気仕様だ。2021年にオークションに出して話題になった。世界のスターも自分でいじりたくなる車なんだ。さて次は二つ目の理由、ランクルが世界170カ国に広がっていく話だぜ。170カ国って、どうやって広がったの？1980年に出た60系、通称60が転機だ。黒缶に快適さを足して、北米で大ヒットした。60、80、なんか暗号みたいだね。ランクル乗りの合言葉だぜ。60は家族で乗れるワゴンの形になって、働く車からみんなの車に進化したんだ。お父さんの相棒から、家族の相棒へ。ピカピカのメッキバンパーをつけて、見た目もグッドと快適になったんだ。おしゃれを覚えたランクルか。その60、今アメリカでレトロ4駆ブームの主役になって、再び大人気なんだぜ。40年経ってまたモテ期が来たんだ。そして1989年、その後継の8080系が出る。本当に80が出てきた。80系は乗り心地を大きく良くして、フルタイム 4WD も取り入れた、高級 SUV の先駆けと言われる存在だ。フルタイム 4WD って、何が違うの？いつでも四輪全部で地面を掴む方式だ。切り替え操作いらずで、雨でも雪でも常に安定する。なるほど、誰でも安心して乗れるんだ。足回りもトラック由来の硬い板バネから、しなやかなコイルスプリングに変わった。乗り心地は別物になったんだ。ゴツゴツからふんわりへ、だね。プロの道具だった四駆を、家族の車に変えた。それが80の偉さなんだぜ。ごついのに優しいって、最強じゃん。一方で途上国では、働く車として大活躍。国連や NGO の白いランクルは定番中の定番だ。ニュースの映像で見たことある。道がない場所ほどランクルが選ばれる。どこへでも行って、必ず帰ってこられる。これが世界共通の評価なんだ。ほほう、それは興味深いね。気づけば販売は世界170の国と地域、国連の加盟国が大体190だから、ほぼ地球全部と言っていい。本当に世界制覇なんだね。
ちなみに砂漠を走る世界一過酷なレース、パリ高の市販車部門でもランクルは大活躍してる。パリ高、次回に繋がる匂いがする。お、気づいたか、その話は次回の主役に譲るぜ。次は3つ目の理由、終わらない現役神話だ。現役神話って、どういうこと？ 1984年に出た70系、70を見ればわかる。この車、40年以上経った今も新車で買えるんだ。1984年の車が、今も新車で。見た目も中身も、頑固なまでに質実合憲、世界の警察や消防、農場で今も働き続けてる。デビューから40年間ずっと第一線。そうだ、日本では2004年に一度販売終了したが、世界では売れ続けてな。日本だけ仲間外れだったの。だからファンが騒いだ、2014年、誕生30周年で1年だけ日本に里帰り販売されたんだ。限定の里帰り、そんなのあるんだ。それでも声が鳴りやまず、2023年11月、ついに日本での通常販売が復活した。ファンの愛が車を呼び戻したんだね。70歳近いシリーズがバリバリの現役、2019年には世界累計1000万台を突破した。1000万台、数字が大きすぎてクラクラする。発売から68年かけての大記録だ。しかも今も年間およそ40万台ずつ売れてる。1日2000台以上、今が全盛期じゃない。そう、70年かけてまだ加速中。こんな車、世界中探してもそうはないぜ。まさに現役神話だ。そして神話は終わらない。つい先月、2026年5月14日、ランクルファミリーに新顔が加わったんだ。最新ニュースだ。何が出たの？その名もランドクルーザー FJ、シリーズ最小のコンパクトランクルだ。FJ って、40の FJ40 と同じ響き。いいところに気づいたな。公式には自由と楽しさの頭文字だが、四角い顔はどう見ても40の孫なんだ。70年前の顔が、最新型で蘇ったんだ。価格は450万100円。もちろん中身ははしご型フレームの本格派だぜ。見た目はレトロ、中身はガチ、欲しくなる。今のランクルは300、250、70、FJ の4本柱。70年経って、家族はむしろ増え続けてる。現役どころか、一族繁栄中だね。さて次は、そんなランクルのライバルたちを見てみよう。ランクルのライバルって誰なの？まずは本家本元、アメリカのジープだ。ランクルの名付け親みたいな存在だな。元祖と弟子の対決みたいだね。そしてもう一台がイギリスのランドローバー。実はランドクルーザーの名前は、こいつへの対抗心で付けたって言われてる。名前から喧嘩売ってたんだ。ジープは戦争で生まれた元祖の貫禄。ランドローバーは英国紳士の探検車。どっちも歴史も人気も超一流だ。世界の四駆御三家って感じだね。ジープは映画やドラマでもおなじみの人気者。ランドローバーは英国王室の御用達。どっちもキャラの立った強敵だ。役者が揃ってるね。だが本家たちが故障に悩む間に、ランクルは壊れないで信頼を総取りした。地味だけど一番強い勝ち方だね。気づけば弟子が世界の王者だ。次は気になるお金の話、投資してんだぜ。さっき言ってた、値段が爆上がりの話だね。そうだ、状態のいい FJ40 は北米で1400万円超えの取引例もあるんだぜ。1400万円、昔の働く車が。おなじみの25年ルールもあって、古いランクルはアメリカ人の憧れになってる。日本の道具が、世界の宝物になったんだね。60もレトロブームで値上がり中。国内でも程度のいい40は年々高くなってる。普通は古くなったら安くなるのにね。頑丈だから長生きで、長生きだから愛される、壊れないことが、そのまま資産価値なんだ。タフさは裏切らないってことか。ちなみに現行モデルもリセールは驚異的で、数年乗っても値落ちが少ないと評判だ。乗るほどお得って、反則みたいな車だね。さて、お待ちかねの豆知識コーナーだ。名前の秘密、いくぜ。ランドクルーザーの名付け親は、当時の技術部長、梅原半次さんだ。どういう意味の名前なの？ランドは陸、クルーザーは巡洋艦、つまり陸の巡洋艦って意味だ。陸の巡洋艦、海に出たら沈んじゃうけどね。おいおい、陸を船のようにどこまでも進むって意味だよ。なるほど、ロマンのある名前だね。しかもライバルのランドローバーを意識して、あえてランドを被せたって話だ。名前にも投資を込めたんだ、とやれる話だね。もう一つおまけだ。最初の名前 BJ 型の意味、わかるか？ビッグなジープ。
欲しい、B は B 型エンジンの B、J はジープの J、そのまんまの正直な名前だ。飾らない名前も、ランクルらしくていいね。最後にランクルの評判をまとめるぜ。良い点は言うまでもなく、壊れない安心感、そして何年乗っても価値が落ちにくいことだ。悪い点はないの。正直、でかくて重い、狭い道や駐車場は苦手で、燃費もそれなりだ。日本の街には大きすぎるかもね。あと人気がありすぎて、新型はなかなか手に入らないって悩みもある。人気者ならではの悩みだ。逆に良い点の続きを言えば、10万キロ走ってもまだまだ序の口、20万キロ、30万キロ走る個体もザラなんだ。人間で言ったら100歳で現役みたいなものだね。それでも世界中で指名会され続ける、信頼ってのは最強のブランドなんだぜ。70年かけて積み上げた信頼だもんね。ところでレイム、乗るならどっちだ、武骨な40か、快適な80か。私はレトロ可愛い40。40派80派、コメント欄でみんなの推しも教えてくれよな。70派と60派の人もぜひ。さて次回は、今日の話に出てきたトヨタを任した三菱ジープの子孫が主役だ。覚えてるよ、入札で買ったあの三菱。そう、その血を受け継ぐのが三菱パジェロ、砂漠のレース、パリ高で12回も優勝した王者だ。12回、それは聞くしかない。ランエボ3部作でランエボの礎としてちらっと触れたパリ高伝説、次回はその全貌をたっぷり語るぜ。あの伏線がついに回収されるんだね。ここまでご視聴ありがとうございます。これからも昔懐かしい車を紹介していきます。また見たいと思ったらコメントやチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ、また次回。またな。